どうしましょうか。もう三茶戻ってもいい。でも戻んないとですよね、そろそろ。ああ、まあまあまあ、そうですね。なんかそうでも一回なんかお茶でもします。大丈夫ですか。もしあれだったら。あ、ぜひぜひ。お台場なんかあんのかかなんかでなんかあったかいもの飲みたいですよね。飲みたいですね。なんかね。お台場じゃあ行きますか、ちょっと。ほい。まっすぐ。寒もうね、寒くい。て。やばいっすね。マジで。ちょっとあったかいもんでも飲んで温まりましょう。はじめさん行っちゃいましたね。お邪魔します。はい。いやー、すごい。開店前にすみません、ありがとうございます。そうです。ここいつからやってるんですか？うち自体がはい2000年に始めたんで、今22年だ。あ22年、23年目にもう入ってますね。だからあれなんですね、明日三軒茶屋2000でしたっけ2000っていうのは、なんかホームページのはいアドレスだけなんですけどね。あ、アドレスが本当はまあ US って書いて US って読むはいはいはい。だけなんですけど。そうなんだ。明日の由来は何なんですか？ US の由来はいは、僕上村じゃないですか。はいはいはい。で、当時一緒に始めたパートナーがいて、は今はちょっと一緒にやってないんですけど、はいその彼が佐藤っていう名前で、ああ、そので頭、文字 U と S で合体させて、はいアメリカが好きだから、はいアメリカもんで US で、でも US だとちょっとひねりがないから、はい。なんかみんなのっていうか、私たちのおーっていうので US、アスでいいんじゃないみたいな感じになったんですよね。あ、そういうことですね。はい。あんま言ってないんですけど。確かに知らなかったです。そう。意外とあんま深い意味はないっていうか、なるほど。上村と佐藤だったっていう。僕のチャンネル名と一緒ですね。じゃあ、そう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 。深い意味はないあれだよね。バツイチの。あ違う違うね。誤った情報をやめてください。考一応ここは使ってもらえるかな。えていきます。なんかあれですか、基本は古着系だと思うんですけど、はい何が一番多いですか、ものとしては。まあでも店内だと古着の方がうん何%ぐらいなのかな。ちょっと見てもらうとはい。わかるんですけど、そうですね。70% ぐらいは多分古着なんだ。かなと思いますね。
うん。これ全部はじめさんが買い付けてきてるんですか？基本的には僕が一人で。そうですね。へー。一回の仕入れでどれぐらい持ってくるんですか？もう何百枚とかそういう単位ですよね。もう何百枚じゃ聞かないです、ね。聞かないですか？大体20、まあ、なんとも言えないですけど、はい25パッキンから30パッキンというか、段ボぐらいールですか？の大きい箱をすげ送るえ、から。すごいね。うん、この辺は全部じゃあ、はじめさんチョイスでいろいろ持ってきてるんですよね。基本的には古着はそうですね。はい自分が仕入れたものですね。最近カーハートとかもめっちゃ、あれああ、ですよね。カーハートは人気ありね、結構今値段が上がってんですよね。ますね。上がってんすか？結構昔よりはそうなんだ。上がってますね。面白人気が多分あるんだと思うんだけど、世界的に人気があるそうですよね。の。うん。あれですよね、アスってあんまりこう、超高い、リーバイスの501とか、そうですね。ああいうのはいわゆるドヴィンテージみたいのはあんまりやんないですね。それ昔からそうなんですか？昔は一時期やったこともあるんだあ、そうなんですか。けど、でもあんまりやらないですね。えまあ嫌いじゃないんだけど、うんうんまああんまり自分が着なくなっちゃったっていうのもあるし。そうです。まあまあ、何本か持ってはいるんですけど。はいはい。もうちょっとじゃあ気楽にラフにこう着れるようなやつが多いですか？そうですね。5万、まあ言っても5万円以内ぐらいの。うんうんうん。お客さんの客層はやっぱ若い人が多いです客層はもう何とも本当に言えないんだけど、はい若い人、変な話高校生ぐらいっか？はい。ていうのも本当数パーセントだけどいたりそうなんして、です上はもう50代とか、意外と上の人も多いんですね。アメカジって結構年上もいはい。ますよね。年の方、そうなんだ。年の方っていうか。はい。うん大人な人もってことですね。そうですね。そうですね。そうなんだ。そう。なんか最近買い付けたやつで面白い、なんか、やつとかあ最りますか？面白いっていうか、まあこういうスーベニアもんとか、こういう米兵がはいはいはい。いろんな国に米軍の基地があるんではいはい。すけど、そこで、まあ例えば2年間とかうんうん。駐屯してて、うん帰るときになんか記念でジャンパー作って帰ったりとかこれ、作ってんだ。そうだ、ドイツの米軍基地に、まあ、本当だ1986年から88年、2年間在籍したから記念でそういうの作ったりとか、これは韓国の多分基地に72年、73年いたから、本当だ。で、ウエストバージニア多分出身なのかな多分。個人で作そうそう、自分で個人オーダーして多分。分作ってると思うんですけど、ここれは沖縄っすよね。沖縄、本当だファーイーストツアーで沖縄とか。なるほど。ツアーとか、だから面白いんですよライブティーみたいな感じなんですかね。ライブ、まあまあまあ、そうですね。まあ自分的には回ってるみたいな。その兵隊さんっていうか。そうなんだ。そう。それの最たるものがスカジャンっていうか、はいはい。あれは横須賀に、要は、多分 US ネイビーが海軍として、そこに2年とか3年とかいた人が、記念に横須賀ジャン、日本のその絵みたいな、日本的な柄が入ったジャンパーを買ってったのが由来っていうか、それが横須賀ジャンパーでスカジャンになってったっていうか。そう。あ、これのがいいんじゃないですか。これダッフルでリメイクなんだ。これは US ネイビー、US アーミーのテントのテントを解体して、その生地を使ってメッセンジャーバッグにしたりとか。これはドイツ軍のカモですかね。レインドロップカモって言って、なんか雨が降ってるみたいな。だからレインドロップなんだけど。そうなんだ。そういうのを使ったトートバッグとか。ですね、こういう。カーハートのですよね。フーディーの。そう、それ古着のカーハートのフードを再利用して。作ってる。こういうところのボタンとかにつけられる。本当はつけられる。そう、脱着式のフードを。だから中がこうなってたりとか。そうなんですか。あと、面白い。まあ、これはキルティングだったりとか。確かに。そうですね。そういうのがあったり。ハイウェイはありますね。ハイウェイも。ハイウェイはどっか行っちゃったかな。ハイウェイちゃんはちょっとどっかに移動された形ですね。ここですね。そうですよね。はやさん、この辺にいます。はい。結構限定のやつとかもやってますよね。そうそう、うちが別注して、はい。例えば、その黒はもともとあるんだけど、この赤はなかったりと
か、あ、そうなんだ。赤いボディで作ってくれってチェイスに言って作ってもらったりとか。チェイス仲いいんですね。そうですね。かわいいね、これ。ちょっと90年代のなんかハーレーティーで、ディーラーティーでこういうちょっとクローム状態のやつが流行った時期があって、それを多分モチーフにしてるんだと思うんだけど、そうですね。いいっすね。ハイウェイ僕も持ってます。買わしてもらいましたね、ありがとうございます。あとやっぱりね、アッスさんだと、ヴィンテージハーレーティーじゃないですか。僕も毎回大興奮でめちゃくちゃいいやついっぱいありますよね。ハーレーティーはこっちの奥ですかね。奥っすよね。はい。ハーレーティーも結構上がってます値段。そうっすね。昔は90年代のやつがあんまり値段ついてなかったんだけど、はい。最近はやっぱ90年代がすごい値段が上がってきたりとかしてて、セブンティーズとかエイティーズだとサイズがやっぱちっちゃくて、おー、そうなんだ。元々の。はいはい。で、今、まあ流行りっていうかそのファッションの主流がストリート系だとちょっとこうルーズなのが、なるほど。まだ主流だから、確かに。そうすると 80s とかだと 2XL とか、まあ、変な話 3XL とかのサイズじゃないと、その今で言う XL にならないっていうか。確かに確かに。そう。だから結構その90年代のやっぱ古着って元々が大きくできてるから、そうですね。今の多分時代にフィットしてるっていうか。確かに。いわゆるボックスっぽいのは 90s とかが多いんですね。そうですね。やっぱロックティーとか、ミュージックティーとかもしかりなんだけど、バンドティーとかも結構ありますよね。バンドティーはこの辺にあるか。そうですね、この辺。あ、これハーレーティーだ。ハーレーティーとロックティーが混ざってる感じですね。うん。この辺もそうですね。ミュージック。こういうの全部じゃあ、はじめさんがこう、一個一個見て、あ、これいいなっつって、一個選んでそうですね。そうですね。すげえな。結構大変ですよね。結構ね、大変ですね。大変ですよね。正直、買い付けは。それ自分のものと買い付けは分けてるんですか？結構。基本的にはもう自分のものは見てないんだけど、まあまあ、時々本当に気に入っちゃったら、ちょっと、これは店に出すのやめようかな、みたいな。まあ、これはちょっとあれですけどね。でも結局ほら、好きじゃないと、なんていうんだろう、続けられないじゃないですか。その商売、まあまあ商売っていうかその仕事っていうふうに割り切ったらあれですけど、基本的にはやっぱ好きだから一枚一枚見る気になるっていうか、そうですね。何か出てくんじゃないかと思ってこうやって見てるわけだから。そうそう。昔から好きだったんですか？昔から古着好きですね。10代、中学校1年ぐらいの時からとか。はい。その頃って古着とか今ぐらい扱ったんですか？今よりも扱ったかもしれない。今より扱ったね。下手したら。あ、そうなんだ。ただその頃ってやっぱ情報がやっぱなくて、その雑誌も少ないし、だから古着屋に通い詰めて、古着屋のお兄さんに教えてもらったりとか、あとはやっぱ映画を見て。映画。なるほど。その主人公が何着てるかとか、ビデオ止めて見たりとか、当時とか。そっかそっか、雑誌とかですよね。雑誌はね、でも自分が10代半ばぐらいなってからぐらいがいっぱい出てきたのかな。あ、そうなんですね。うん。中1ぐらいの時とかはもう情報がない、本当あんまりないっていうか。だから、やっぱ映画だったかな、自分はね。すごいな。インターネットも当時ないから、そうそう。ググることができないっていうか。そうですよね。もうビデオしかないみたいな。そうそう。お店出し始めた時は、もう結構在庫っていうか物を持ってたんですか？お店出し始めた時、いやいや、全然ないですよ。全然ないですか？うん。2000年に始めた時は。ここですか？いや、ここじゃないです。渋谷っすね。あ、渋谷なんだ。渋谷で7年、8年ぐらいやって、で立ち退きになって、その物件が。で、原宿に移転して、で、原宿は結局でも10何年やったのかな。結構いたんですね。いました、いました。コロナで、その2店舗あったんだけど、一応原宿を辞めて。あったんですか？ありました、ありました。知らなかった。3年前ぐらいまであったのかな。で、そこを、まあ一回撤退して、で、お店がここまでしかなかったんですよ、当時。前半分っていうか、L 字にあったのかな。こうやって L 字にあって、ここの梁を、こっち側がお店で、こっち側は倉庫だったんですよ。で、それを原宿を辞めるにあたって、こ
こ改装して、壁をぶち抜いてあ、原宿の分をこっちに足したんですよね。なるほど。そう、なんか時代感的に店舗数多いよりも、一つにこうギュッと凝縮して、もっと濃くやった方が、確かに確か多に。分ビジネス的にいいのかなって思って、そう。そうなんだ。で今はほら SNS もあるから、はい。結局そのお店を探してみんな来るから、多少ちょっとこうずれたところにある方が逆にいいかなっていうか、それで店舗を大きくして一つに凝縮した形になってますね、今。ネットと店舗だとやっぱネットの方がでも強いですか？そうですね。売上的にはやっぱりネットの方がやっぱ全国なんで。ただお店もやっぱりお店で、その安定感はあるっていうか。こんだけあるとやっぱ来て、見てるの面白いですもんね。そうですね。なんかその、来て、ちょっとだけ見て帰っちゃうようなお店にはしたくないっていうか。ああ、なるほど。そうそう。せっかく足を運んでもらって、長居してもらって、こういろんなものを見れた方がいいだろうなっていう。そうですね。だからそういった意味でも、その結局、一つにまとめた方が、ボリューム感も出るし、食育も増えるんで、いいのかなっていう感じですかね。定期的に来たくなりますもんね。ああ、そう言ってもらえると本当嬉しいですね。いやね、本当そうだよね。なんか、どうする今日みたいになった時に、とりあえず。暇つぶしにもなるから。まあそう。言葉悪いですけど、とりあえず明日行くみたいな感じ。ああ、でもそういうのって嬉しいですよね。やってる身としては。本当にそうですよね。バイクも止めやすいしね。止めやすいですね。でも逆に駅遠いっすよね、ここ。そう、駅は遠いですね。結構お客さんが、乗り物に乗ってるっていうのが多かったからっていうのもあるんだけど。なるほど。でも元々は本当は最初ここ倉庫だったから。そうか。そういう意図じゃないですもんね。そういう意図じゃなかったんですけどね。でも結果的に時代にすごくフィットしてるっていうか、コロナっていうのも追い打ちをかけたりとか、なんか駅前になくてもいいんじゃないかみたいな。いや、そうですよね。そういう風潮が、最近だともう本当出てるけどね。ただここをオープンさせた時の十数年前だともうそういうのは全くなかったから、ここで店みたいな感じはあったっすけどね。ここもたまたま変な話、この近くに住んでたんですよ。あ、そうなんですか。自分が。で、下にカンテラっていう焼肉屋があって、焼肉食いに行く時にこの道を通ってて、なんかすげえでかい物件あるなと思って。で、ちょうど倉庫移転したいなと思ってたんですよ。もともとは多摩川の方にあって。そう。それでそれを移転させたいなと思ってて、すげえでかいと思って。で、電話して聞いたら空いてて。で、値段も折り合って。そう。そんで、せっかくだったら一角をお店にしてみようかなが、本当に発端なんですよ。そう。これも書体古いんですよ。あ、そうなんだ。さらに。これはチョッパーっぽいかな。これとかボバン。これっぽいですね。ああ、いいですね。しっくりね。